江戸時代の朝ごはんを再現してみた。一日を支えた昔の知恵。導入。江戸時代の朝ごはんって本当にこれだけ？皆さんは朝ごはんを食べていますか？忙しい朝、パンを1枚、コーヒーを1杯、そんな人も多いかもしれません。でも、もし江戸時代の朝ごはんを見たらきっとこう思うでしょう。これだけ。ご飯、味噌汁、漬物、焼き魚、とてもシンプルです。でも江戸時代の人たちはこの朝ごはんで一日を元気に働いていました。あきらくんが朝ごはんを見つめています。江戸時代の朝ごはんってこれだけなの？本当にこれで足りるのかな？私も最初はそう思ったよ。でも実際に食べてみるときっと印象が変わると思うの。虎が味噌汁の湯気をじっと見つめています。いや、今回は江戸時代の朝ごはんを実際に再現しながら昔の人たちがどのように一日を始めていたのかを体験してみます。すると豪華ではないのにどこか心が満たされる、そんな朝の時間が見えてきました。江戸時代の朝ごはんを再現してみた。一日を支えた昔の知恵。第一章。江戸時代の朝は日の出とともに始まる。江戸時代、多くの人たちは今よりずっと早起きでした。電気のない時代、朝は日の出とともに始まり、夜は日が暮れる頃には休む、自然のリズムに合わせて暮らしていたのです。だから朝ごはんも今より大事だったんだね。そう、これから一日を働くための大切な力になる食事だったんだよ。農家は田畑へ向かい、町人は店を開き、職人は仕事場へ、武士もそれぞれの務めへ向かいます。一日の始まりにはしっかりと朝ごはんを食べることが欠かせませんでした。みんな忙しいのは今とそれほど変わらないね。でもね、忙しいからこそ朝ごはんはちゃんと食べていたんだよ。虎は伸びをしながら朝日を浴びています。いや、現代では朝食を抜いてしまう人も少なくありません。しかし江戸時代には朝ごはんは一日を元気に過ごすための大切な習慣でした。江戸時代はどんな朝ごはんだったんだろうね。それじゃあ実際に作ってみようよ。きっと昔の人たちの知恵が見えてくると思うよ。ご飯、味噌汁、漬物、焼き魚。一見するととても質素です。でもその一つ一つには自然と共に暮らしてきた人たちの工夫が詰まっていました。次の章では江戸時代の朝ごはんを一品ずつ再現しながら、その美味しさと昔の人たちの知恵を体験してみましょう。第2章。江戸時代の朝ごはんを再現してみる。朝からいい匂いだね。これだけでお腹が空いてきたよ。今日は江戸時代の朝ごはんを一品ずつ作っていこうね。江戸時代の朝ごはんはとてもシンプルでした。ご飯、味噌汁、漬物、焼き魚。地域や季節によって違いはありましたが、基本は毎日食べられる身近な食材で作られていました。あきらくんは炊きたての白ご飯を茶碗によそいます。ご飯がツヤツヤしてるね。お米は朝ごはんの主役だったんだよ。前回の動画でかまどを使って炊いたご飯。昔の人たちは
その炊きたてのご飯を朝からいただいていました。朝ごはんは一日の力をつけるための大切なごちそうだったのです。次に味噌汁をよそいます。味噌汁ってやっぱり落ち着くね。味噌は発酵食品だから昔から大切にされてきたんだよ。味噌汁には季節の野菜や豆腐などその時々で手に入る食材が使われていました。決まった具材ではなく旬の恵みをいただく、それも昔の知恵でした。炭火で焼かれた魚が机の上に置かれています。焼きたてって本当に美味しそう。魚は貴重なタンパク源でした。地域によって川魚や海の魚など違いはありましたが、焼き魚は朝ごはんを彩る一品だったのです。漬物が小皿に盛られています。漬物も欠かせなかったんだね。漬物は保存ができるしご飯にもよく合うからね。昔は冷蔵庫がありませんでした。だからこそ発酵や塩漬けなど食べ物を長く大切にする知恵が暮らしの中にありました。それじゃあ本当にこれだけだったんだね。でもね、食べる前に大切なことがあるんだよ。あかねちゃんが静かに胸の前で手を合わせます。いただきます。あきらくんも胸の前で手を合わせます。いただきます。虎がおとなしく座って見守っています。いや、いただきます。何気なく口にするこの言葉。でもその中には自然の恵み、作ってくれた人への感謝、命をいただくという思いが込められています。昔の人たちもそんな気持ちで朝ごはんを囲んでいたのかもしれません。第3章、実際に食べてみた。まずはご飯から。あきらくんがご飯を一口口へ運びます。あきらくんは目を丸くします。これは甘いよ。昨日炊いたご飯と同じなのに朝食べるとまた違うね。炊きたてのご飯はそれだけで十分なごちそうでした。噛むほどにお米本来の甘みが広がります。次は味噌汁。これホッとする味だね。体が温まるよ。朝だからこそこの温かさが嬉しいんだよ。温かい味噌汁は体だけでなく心も目覚めさせてくれます。次は焼き魚。これうまいよ。ご飯が止まらない。香ばしい焼き魚、炊きたてのご飯。昔から愛されてきたこの組み合わせにはちゃんと理由がありました。最後に漬物。漬物だけでもご飯が進むね。シンプルだけどそれぞれがお互いを引き立てているんだよ。虎は満足そうに目を細めます。いや、江戸時代の朝ごはんは豪華ではありません。でも一つ一つを大切に味わう、そんな食べ方が昔の朝にはありました。最初はこれだけって思ったけど、食べ終わるとこれがなんだかちょうどいいんだね。体が必要としているものがちゃんと揃っていたのかもしれないね。質素だからこそ素材の味がよくわかる。それが江戸時代の朝ごはんでした。ではなぜこのような朝ごはんで一日元気に働くことができたのでしょうか。次の章では昔の人たちの知恵をもう少し深く見ていきましょう。第4章、なぜこの朝ごはんで十分だったのか。朝食を食べ終えた3人。縁側から広がる田んぼ、心地よい朝の風が吹いています。
昔の朝ごはんは最初は少ないと思ったけど、食べ終わると不思議なくらい満足するんだね。昔の人は一日働くための必要なものをちゃんと知っていたんだね。江戸時代の朝ごはんはとても質素でした。しかしそこには長い年月をかけて積み重ねられた知恵があります。ご飯は一日のエネルギー、味噌汁は発酵食品として昔から親しまれてきました。焼き魚は貴重なタンパク源、漬物は野菜を長く保存するための工夫でした。どれも特別な料理ではありません。でも体が必要とするもの、無理なく毎日続けられるよう考えられていたのです。豪華じゃなくてもちゃんと理由があったんだね。そう、昔の人は旬の食材を大切にしながら暮らしていたからね。春には春の野菜、夏には夏の野菜、秋には実り、冬には保存食、自然の恵みに合わせて食べる、それが江戸時代の食卓でした。季節ごとに食べるものも変わっていたんだね。自然と一緒に暮らしていたからね。便利になった今でも旬の食べ物をいただくこと、発酵食品を取り入れること、温かい朝ごはんを食べること、昔の知恵には今の暮らしにも役立つヒントがたくさん残されています。虎は朝日を浴びながら気持ちよさそうに伸びをしています。にゃお。最終章、一日の始まりが教えてくれたこと。あきらくんは手を合わせながら、今日美味しかったのは朝ごはんだけじゃなかったね。どういうこそれはね、朝の静かな時間、かまどの火、炊き上がる湯気、みんなでいただきますって言えたこと、全部が心に残ったんだ。あかねちゃんは優しく微笑みます。と？昔の人は朝ごはんで一日を整えていたのかもしれないね。虎は満足そうに目を細めています。にゃ私たちは毎日朝ごはんを食べています。でも何を食べるかだけではなく、誰と食べるか、どんな気持ちで食べるか、それも昔の人たちは大切にしていました。あきらくんは空を見上げています。いただきますってこんなに深い言葉だったんだね。そうだね。命をいただくこと、自然の恵みに感謝すること、作ってくれた人にありがとうを伝えること、その全部がこの言葉の中にあるんだと思う。便利な暮らしになった今、忙しい朝も増えました。それでも温かいご飯、味噌汁、そしていただきます。その時間は今も昔も変わらない日本の朝の風景なのかもしれません。虎は元気よく歩き出します。にゃあきらくんは笑顔で立ち上がります。次は江戸時代のお弁当も見てみたいな。そうね、きっとお弁当にも昔の知恵がいっぱい詰まっていると思うよ。一杯のご飯から始まったこの旅、かまどご飯、おにぎり、そして朝ごはん。昔の食卓には毎日を大切に生きる知恵がありました。これからもこのシリーズを通してそんな昔の暮らしを一緒に旅していきましょう。ご視聴ありがとうございました。皆さんは朝ごはんでこれは欠かせないという一品がありますか？ご飯派ですか？それともパン派ですか？ぜひコメント欄で皆さんの朝ごはんやご家庭で大切にしている習慣を教えてください。皆さんのお話も次の動画作りのヒントになるかもしれません。それではまた次の動画でお会いしましょう。